どうも、こんにちは。デミコです。ですね、今日はね、いきなりね、もうこんな縁がね、もうできてるんですけどね。そう、試しで編んだらほどくのがもったいなくなったんで、このまま行こうと思って、こう編んでるんだけど、何作るかって今日はね、今日こそ、巾着。最初はこうマチをつけて編もうかなと思ったんだけど、丸底もいいじゃんと思ってっていうのと、丸底の方はちょっと可愛くなるかなみたいな。ということでね、今回使う毛糸、これね、フィルダーのリュスティックアベックランってやつでね、これが前にも使ったやつね。これなんだっけ、あれだ、斜め掛けのね、ポシェット編んだ時に使ったやつ。65% コットン、25% ビスコス、10% 麻、50g で107メートルっていうことで、これはね、ちょっといろいろこう色がこうあるんだけど、これバーゲンで買ったやつだよね。だからね、この前夏の時にね買って、それ以外にちょっと買い足したやつを使って、今日はちょっと巾着をちょっと編んでいこうと思うんだけど、どんな柄で編むかっつったらね、今回はね編み込みですね。編み込み柄で、なんかちょっと可愛い柄なんだけど、ちょっとねここに編んだよね。だけど今回使う柄はちょっとあれなんですよ。とある著書じゃねえ、今回はとある著書からの引用の、柄なので、まあ著作権の問題もあるので、編み図はちょっと出せないなっつう感じですわな。なので私が編んでるのを見て可愛いなと思ったら、編んでるのを見てってください。というわけでね、今回ねちょっともうここまで編んである。これただの普通の円底ですわ。で普通に6目からこう増やし目してって16段編んで、ここの目を96目にしてあります。柄がね8目なんでね、一つの柄が8目、8で割り切れる数、8で割り切れる数で、模様がなるべく偶数にしたいかなっていうのもあって、このなんていうの、これがさ、ほら6目ずつ増やしていくわけじゃん。6目と8目ずつ増やしていくやつの中でのなので、それでやると16段ですわな。16段の96目が一番いいかなと。それ以下になると72目になって、ちょっと自分が欲しいものよりもサイズがちっちゃくなっちゃうかなっていう、ちょっとね。なのでこう大きめにね、作ろうと思って96目っていうことになりました。はい。でこの先をねどうやって編んでいくかっつうか、実はねすっごい迷ってんだよまだ。実はここの部分をどうやって上げていくか。ここはねもうねあれですよ。目立たない立ち上げでいくつもりなんだけど、ここまで普通に立ち上がってんだよね。でこの目を潰さなきゃいけないわけよ。そうするとね、まず最初にやることは、ここに入れちゃうと一目がなんていうのかな、ここがなんかちょっと変なぐちゃぐちゃした感じになるので、一目飛ばしてこうやって入れます。そうするとちょうどいい感じになるんでね、ここの目が重なってここが一目になるんで、そうするとここの立ち上がりしてきたところが消える、全くもって消えちゃうわけですよ、これでやると。なのでちょっとこれとりあえずこういうやり方しますわ。でここで何を迷ってるかっていうと、ここをね筋編みにするか、それとも普通の細編みをするか超迷ってるわけで、例えばねもう少し太い毛糸でもう少しなんかしっかり編む感じだったら、筋編みでこうなんつうのかな、この角をつけた方がいいかなとか思うんだけど、結構ふにゃふにゃなわけよこれがね。この生地、これがね、ふにゃふにゃってことは、そんなにねこう筋をつけても結局物を入れたらこうなんかあんまりこうなんつうの、そういうふうにはならないかなと思ったんで、普通に1段目は編んでいこうかなと。あれをね、細編みを。でその後に、どうするかちょっと考えようかなと。一番最初細編みを一応ねこうやってしといて、でその後どんな風に編んでいこうか。やっぱり編み込んでいくんで、こう目がこう斜めっていってほしくないわけよ。だからなるべく斜めっていかないような方法で編みたいわけ。そうなるとバッテン編みか、もしくはあれだよ、あれあれほらなんだっけ、メリヤス風かね、めんどくさいメリヤス風ね、どうしてもあれしないように、斜めらないように編もうと思うとメリヤス風って単純に考えてしまうんだが、で今日使う色はこれ何色だった？ 1,2,3,4,5色ね。これね5色使うつもりで、ここのねこの5色、こ
この5色を使うつもりで、いっぱい用意してあるでしょ。なんでいっぱい用意してあるかって、こんなに使わないとは思うんだけど、最初は別のものをやろうと思って出して、そのままいろいろ考えて編んで、やっぱり巾着にしようってなった時にそのまま出しっぱなしで編み始めたっていう、それだけの話なんだけど、いろいろ考えたんだよね。やっぱりバッグにしようかなとか、ポーチにしようかなって。ポーチってチャックね、チャックつけるやつ。でもとりあえず巾着がいいかなと思って、で模様もすっごい悩んで、何で編むか、アフガンにするか、それともモザイクにするかで、なぜかふと思いついた編み込みってね。そう編み込みをやろうと。本当はこのね編み込みの柄もね、本当はなんつうの、棒編み用のやつだけど、棒針編み用のやつだけど、普通のね、だけどまあ別にこれでやったっていいわけで、なのでちょっとこっちで使わせてもらうんだけどね、可愛いかなと思って。これから冬になんか冬っぽいあれよ、柄よ。そうなんつったらいいんだろう、北欧風っつったらいいのかしら。たまにはね編み込みもいいかなとね。柄っていうの、色を変えることでこうね、柄をつけるっていうのもね、たまにはいいんじゃないの。まあでも編み込み超久しぶりなんだけど、綺麗に出るといいんだけど、本来はこの色じゃないからね、もともとの色がね、要はね自分が持ってる色を使ってやるってことなんだけど、それやるからね、ちょっとうまく綺麗に色が出るのがちょっと分かんねえや。でね、毛糸はねまだ届きませんよ。メールがね来ててね、メール見たらね、あなたのお家の近所のカティアのお店では、全ての毛糸が揃えられますって、まあ相当ね、まあ頼んだからあれなんだけど、でもなんかフランス国内から来るらしい。どうやら国内のそのカティアを扱っている、製品を扱っているお店にオーダーが入るのかよくわかんないんだけど、メールチェックしないからさ、基本的にさ。友達から来たメールとか知り合いから来たメールアドレスの方はね、勝手にほらこうやってお知らせが出るからチェックするんだけど、そういうなんだろうな、いろいろサイト用のメールアドレスとかそういうとこってさ、チェックしないわけよ基本的に。チェックしないし、時々しか本当にチェックしないんで、週に1回とかね。オーダー後のそのオーダー受け付けましたっていうメールをチェックして以降してなかったんでね。で見たらメール来てて、なのでそれでなんか4日から6日営業で、届くっちゅうことなので、それが来てたのが先週の頭だから考えたら、火曜日に来たかな、水木金で営業、土曜が営業と考えるか考えないか、これが微妙だけど、月でしょ。今日何曜日？今日月曜日で、水だから、水曜日か木曜日ぐらいには届くんじゃないかなと思ってんだけどね。多分期待して待ってよ。はい来てくんねえかな。でも楽しみなんだけど、超楽しみで、それをオーダーしたやつが届いて、ちょっと使ってみて、でよければまた何をオーダーしようかなって、また後々ね、オーダーしようかなとは思ってんだけどね。はい、これで1周編んできたぞいね。これで全部編めたかな。一応数えようか。ここはねいつも不安になるからね。これね、12345、ちょっと待って、これ入れとくかね。この数えるやつってか数えといて、で12345678929399096、はい OK。96目目はねこれで作るから、はい、96目目はここで作ることになるんで、これでいいんです。また入れる場所間違って、こっちからでこう入れて、で次さあどうしよう。バッテン編みにする、それともあれにする、なんだっけ、メリヤス風、どっちがいいと思うかな。バッテンにしてみようかって思うんだけど、バッテンだとこうだな、こっち方向になる。でもバッテンするとちょっとここがね目立つようになっちゃうかもしれないんだよね。ちょっと厚みがあるから。どうよバッテン。バッテンもでも若干曲がってくんだよね、なんだかんだで。バッテンやっぱあれかな、メリヤスかな。メリヤスにしよっか。じゃあメリヤスにしますわ。メリヤス出た。めんどくさいってもうやりたくないと何度言いながらもついついやってしまうメリヤス。これ真ん中っていうかまっすぐ編むためにはどうしようもないねっていう感じでね、どうしてもそれが良くなっちゃうっていうか、
他になんかいい方法ないの？マスガム。これでね2段目になるんだけど、増し目なしのね2段目でしょ。増し目なしの2段目、増し目なしのこの色を続けるのをね3段、一応3段かな。ちょっと緩めに編んでいきたいね。これこの編み方やると私爪壊しちゃうからねここでこうやって爪でこうやってグッて力入れるから爪をね壊しちゃうんだよね。ゆっくりじゃない、ゆったり編めばいいんだろうけど、これ結構でもね、すでにね今回使ってる針はねこれね逆だけどね、ちょっと7号使ってるんですよ実はね。7号でこの毛糸が一応4ミリになってるんで、7号使ってるんだけど、7号でもね結構ゆったり編めるのね。最初6号使おうかなと思って6号使い始めたんだけど、6号だとまあきつく編む癖がある私にとってはやっぱりちょっときつめになっちゃうかなと思って。きつめってすごいそんなにきつくはないんだけど、あんまりねなんかかっちりっていうかなんつうんだろうな、硬いような感じになるのも嫌だしね。そこの部分はちょっとしっかりしててほしいなっていう気はあるけどね。立体っていうかこう円底とかで編むとなると、でもまあしょうがないそれは。さて前回のあれなんですけど、ダイアゴナルステッチのなんだブランケットかっこ膝掛け、あれがですね編み進めましてね、ここで報告するのもなんなんですけど、あれ編み進めましたらね、毛糸がなくなりました。はい見事に毛糸が、なくなりまして、ですね、それでねそれに関連してなんですけど、どうやら、ニュース今日何曜日、今日月曜日でしょ。明日ですな、明日の夜また8時から、うちのねマクロンちゃんがね、うちのってなんだそれやってね、マクロン大統領がなんかまた国民に向けての演説を明日の8時から夜の8時からねするらしいんだけど、どうやら噂によるとだね、来週ぐらいからお店は開けるんじゃないかと。でレストランとかバーとかは年内いっぱいは閉めとくっていう話ですわ。ほいでもって外出制限はおそらく、冬のバカンス前までで、バカンスが始まる時に開けるだろうと。私にとってはねだからなんだって話なんだけどね多分そこで外出制限切れたら1回ぐらい多分パリ行くと思うんで、行っとかないとねちょっとねあれだからね、やっぱりね次またいつ外出制限入るか分かんないじゃない。だって夏休みじゃないや、冬休みをねフリーにしちゃうんだからさ、予定としては。そうなったらまたいつまたどうなるか分かんないから、だから行ける時に言っといて味噌買いに行かなきゃと思ってね、まずね、味噌味噌だよ、味噌がないんだ。味噌とね、あと何がないんだっけ、なんかないものいろいろあるんだよ。カレーのルーとかそういうやつカレー切れちゃったあとなんだろうな、インスタントの麺でも買っとこうかな。インスタントラーメンも全部なくなっちゃったしなみたいな、そういうのも買えなきゃいけないし、とにかく味噌だわ、味噌と、あと毛糸も買って補充するんで、補充とかそしたらねまたね膝掛けはね続きを編んでね仕上げていこうかなと。で大体ほら1マスがどれぐらいの長さ使うか分かってるんで、何個大きさで何色が何個とか数えればさ、大体もう必要なメーターって出るじゃない。だからその分ちょっと買ってきてでね作ろうかなと。続きはねやろうと思ってるんで、まあ開けたら速攻パリに最低1回は行こうかなと。ちょっとだってね少しぐらいねちょっとね行かないとね。最後に行ったのいつだっけいつだっけ覚えてないもん。10月今11月でしょ。10月の終わりから始まったんだから10月の半ばとかそんぐらいでしょ。もう覚えてないわ覚えてません。今だから外出制限が始まって4週間3週間か3週間経ったぐらいのとこでしょ今ね。3週間過ぎや。まあ寒くなってきたわ。あれかな、みんな私のような人っていないかしら他に。私ね霜焼けできるんですよ、霜焼け。子供の時からなんだけど、子供の時はひどかった。で大人になって少しまともになったんだけど、これね霜焼けがねまたねどうやらできたらしくて、
でしかもね、めったにねたまにできるんだけど、本来はね指先からとかねできるんだよね。指先から普通はできるんだけど、指先はねできてないんだけど、なぜかかかとにできてしまったっていう。でそれでかゆいわけですよ。困ってるわけですよ。で寝る時にねこうかかとをこう上向きで寝るからね。そうするとさ、かかとがついてる状態で寝るわけじゃん。かゆくてしょうがないっていうか、こう痛いっていうかさ、もう勘弁してって感じなんだけど。でね、で霜焼きの話なんですけどね、これね私ね霜焼きはね非常にフランス来る時にね、悩みました。っていうのもですね、私本当に子供の時から霜焼きがひどくって、もうグズグズに崩れるぐらいひどい炎症になっちゃうぐらいひどかったわけ、子供の時で。もう毎年冬になるともう毎日のようになんか学校帰りとかにこうなんつうの、外科によってこう薬塗り込んでもらったり、なんか治療してもらったりとかいろいろしてたんだけど、毎日だとか忘れちゃったけど、定期的に外科行って、でそれでまあ春が来て暖かくなるとなんていうのかな、消えるんだけど、でもまああれだね、夏ぐらいまで後がひどかったりとかして結構ひどい足してたんだけどさ。でそれがさ母親もなんか足巻きひどい人でもともとね。でも大人になったらうちの母親はできなくなったっていうから、大人になったら大丈夫よ、できなくなるわよなんて言われてたわけよ。言われてたわけ。うちの母親も子供の時はひどかったって言ってたからね。だからじゃあ大人になったらできなくなるんだと思って、私は大人になるのをね待ってたわけ。本当は大人になりたくない子だったけど、霜焼きに関しては大人になりたかったわ、早く。ほいで中学校上がった時か、違うな、中学校上がった時かな、あれいつだったっけかな、あれな、いつだか忘れちゃったけど、なんか私誕生日は冬だもんで、うちの母親に何が欲しいって言われたからね、誕生日にねこたつが欲しいって言ったわけです。自分の部屋にこたつが欲しいっつって、それでね買ってもらったんだよね。あれ中学校いつだかな、中学生上がった時かな、忘れちゃったな。でそれでなんか買ってもらったわけですよ、こたつを。でそのこたつを買ってもらったら締め切りできなくなったわけよ、あんまりね。足温めるでしょ常に。でとりあえず常にはその足を温められる状態になったんで、締め切りできなくなったわけ。よかったと思って。でほらどんどん大人になったらね締め焼きにならなくなるとも言ってたし、これでもうできなくなるかななんてねのんきに思ってて、で高校の時もできなくってウホウホしたわけですよ。ね、まあこたつのおかげだったんだろうね、やっぱりねあれね。で大学になって一人暮らしを始めた時にもちろんそのこたつを持ってったわけです。必需品だったので、冬の間私のね。ほいでねこたつをね持ってって、でまあもう当然ね一人暮らしでこたつですわ。まあこたつ生活始まるわな、完全にな。実家に住んでる時ってほら親の目もあるからなかなかこたつで寝るっていうわけにもいかなくて、でもまあ一人暮らし始まるとまあこたつで寝るわけですよ。こたつの生活がね、完全こたつのなんつったらいいの、カタツムリ生活みたいなのが始まるわけで、それでできなかったわけよね、それでもやっぱりね。で思った、私いやこたつだけじゃないのかもしれない、もう大人だしだからできなくなったっていうのもあるかもしれないなんて期待してたわけです、ワクワクでね。でもそれでも急にねなんかこたつ生活が嫌になった時があって、こたつをね剥いだわけですよ、冬ね。やめたわけ、こたつを出さなくした。ちょっとほらおしゃれに生活したいじゃないけど、あんまりだから部屋に物を置きたくなくなって、でそれで部屋の中をすっきりさせようっていうのもあってね。でそれでなんかいろいろ捨てて、でもこたつは捨ててないよ。一応家具調こたつなんでなんつうの、テーブルにもなるじゃん、だってローテーブルにもなるから、それはそのまま使って、ただこたつという形では出さないだけでね。それである時急にこたつ使うのが嫌になってこたつをやめたわけね。でこたつをやめて、でもこたつやめて霜焼けできると困るので、こたつやめたんだけど、なんていうの、カーペットあるでしょ、ホットカーペットみたいな、あれを敷いて、で、ベッドの中になんていうの、電気敷布を入れて、それをこたつ代わりにして、
こたつ生活はなくなったけど、このベッド生活が始まったねベッドの上で全てするみたいな生活になっちゃったんだけど、でも前はねベッドプラスこたつだったからね、部屋に置いてあったのがね。だからベッドだけになったからいいんだけど、ベッドしてもマットレスね、でっかいベッドじゃなくてマットレスだけで、そんな生活をしてて、でずっとでもね本当にねできなかったんですよ、あれが、島焼けが。で、私本当にできづらくなったかもしれないなんて思ってたら、フランス行きの話が出て、でフランスに行くことになって、でその時にふと思ったわけ。ちょっと待ってよ、でもフランスってさ、日本よりちょっと、日本っていうか要は私が住んでた関東より基本的にパリって寒いじゃんっていう話になって、あれっつって、いやこたつもないのに、もしまたねあれが島焼けできたらどうしようって思ったわけ。でも行くって決めちゃったし、霜焼けになるから行きませんとかいうわけにもいかないしでも行ったら行ったでどうにもなんとかなるかなって思って、行ったわけですよ。でちょうど渡った日が秋ですね、秋口で、秋口で日本はね、その日台風が来てた日だったんだけどね。でそれで秋口でフランスに渡りました。そしたらねもうねフランス寒いの寒かった。で寒いと思って、でも霜焼けのことあんまり考えてなかったんだよね。で10月冬来る前、なんか様子がおかしいなってことに気がついたわけですよ。普段は日本だとそのまま何もしないと11月の半ば過ぎとかに霜焼けができてたの。12月になる前にもうできてた。11月の終わりとかぐらいにできるんだけど、大体ね日中の気温が15度以下になるとできるんですよ。でそれでフランス来た時に秋口、そしたらもうね10月ぐらいにおかしいなって気がついたら、もう10月の半ばでねできちゃったんで、霜焼けが本当にできちゃったの。大体フランスってね1ヶ月早いの、冬になるのが日本よりちょうどだよね。だからうわっと思って、できたやっぱりと思って、こりゃまずいと思って必死になってさ、なんつうの、足をマッサージしてクリーム塗り込んで、もうひどくなったら嫌だからもうひどくならないようにって一生懸命マッサージして、で1週間マッサージし続けたら治ったわけよ。できるたんびにだからもうなんつうの、一生懸命マッサージして、とにかくでマッサージして1週間ぐらいマッサージし続ければ足温めて、そしたら治るからね基本的に。必死だったわ。でやっぱりだからこたつないとダメなんだと思って、だからね未だにできんのよね、気抜くと。でね気温が下がるとすぐできる。15度の15度以下、日中の気温ね、日中の気温が15度以下が3日4日続くとできる。1週間もいらない。本当に。だからねそこら辺がちょうどね境目で、今そのぐらいの気温、ね、上行くか下行くかみたいな時期なわけですよ。去年は外にほとんど出てなくって、そうだからそこが違うんだわ。去年はさベッドの中生活をしてたんだな。湯たんぽ入れてベッドの中生活をしてたから、だからできなかったんだと思う。今年はこうやって撮影するからと思ってテーブルの上でやってるでしょ。湯たんぽを抱えてベッドの中じゃないからできるんだわ、やっぱり足出してっから。どうしよう、ベッドで撮影するか湯たんぽを入れてベッドで撮影する。でもね今年はだからそんなにね寒くないんで、行っちゃうと実はそこまで寒くないから、だからね11月に入ってからできたんだけどさ、あと家の中にいるからってのもあるかな。仕事してる時はどうしてもね外出るでしょ毎日。そうするとね仕事してると大体10月の終わりにはできてたよねいつもね。でもね子供の時みたいにひどくなることはないわもう。さすがにあんななんか崩れるほどになることはない。だから大人になるといくらか楽になるのは確かかもしれない。できなくなることはないらしいけど、私の場合はね。そんなわけでね霜焼けです。はい。今年も霜焼けできました。はい。死ぬまでできるんだろうかって思った。どなたか冬になると霜焼けできる人はおりますか？私はいつもです。でもね幸いなことに足にしかできないんですね私ね実は。
手とかね耳とかになる人いるでしょ、霜焼けに。耳はねあるかもしれない、経験的にはね。今まであったかもしれない。でもね手の指はない。手はないわ今まで多分。耳っていうのはね一度だけできたことある。手はないわ、一度もないと思うよ多分。手にできる人もかわいそうだよねあれね、パッツンパッツンになって痛そうで痛っかゆくて。私は手にできないからあれだけどいいけど、足はさまだできてもさ、なんとなく放っておけるっていうか、そんな歩くだけじゃん基本的にさ言ったらさ。でも手っていろんなことに使うからさ、なんか痛っかゆさがあってそれで手使わなきゃいけないってなるとちょっと辛いよねってなんか思っちゃうね。うん。でも子供の時はその代わりあれだったね。できないけど霜焼きはできないけど、ひび割れとか赤切れとかそれはひどかったね。ものすごい手荒れしたね。手入れしねえからだって。なんせほら男の子みたいだったからね、そういうお手入れとかあんまり気使ってなかったっていうかね、あんまり気にしなかったね子供の時なんかね。ほんとね、お手入れ気にするようになったのっていつから？中学校？高校？知らない。でも私本当になんかガッサガサの手してたし、リップクリームすら塗るのもめんどくさいみたいな、買うはいいけどつけないみたいなね、そんな女の子だったんで。本当に今はつけますよちゃんとリップクリームもう腐るほど持ってるぐらいリップクリームってアホみたいに今買って使うんだけど、昔はねリップクリームとか持ってたって使わなかったね。なんかほらみんな持ってんじゃない女の子、思春期っていうかね、ああいうお年頃になると。でそれで私もさほらみんな持ってっからやっぱり持たなきゃと思って買うじゃん。なんとなく使わないんでね使わないで、あれこれいつ買ったやつみたいな。なんかそういうなんかなんつうの、お肌のケアとかさボディケアみたいなやつとかほんと無頓着だったよね。めんどくさかったもんそういうのね。未だにめんどくさいけど、今はもうやらなきゃいけないからやる感じだけど。乾燥肌もひどくってね、この時期になるとね、夏は平気なんだけどね、やっぱりこの時期になってくるとね、快快すごくって、体中むしるようにかくっていうか、なんて言ったらいいの、傷だらけになっちゃうんだよね、書いて寝てる間とかにも書くから。クリームじゃないともうダメっていう、ローションとかじゃ足りない、全然。この時期はボディクリームじゃないと足りないんだけれども、そのボディクリームがですね、外出禁止に入ってから切れましてね、困ってます。困ってます本当に。買いに行きたいけど買いに行けない。今使ってるのは、ボディショップのやつなんだけど、前はねロクシタンのやつ使ってたんだけど、ロクシタン高いじゃんやっぱすごく好きなんだよね。ロクシタンのねシアバターのボディクリーム超好きで、皆さん知ってるかしら。知ってる人は知ってると思うんだけど、ボディクリーム超好きで使ってたんだけど、まあお高いんですよやっぱりね。だからそれよりももっとちょっとお安めのね、少しお安めのつってもそこそこボディショップだってお値段すると思うけどね、それをねすごい好きな匂いがあって、でそれを使ってるわけですよ。で匂いのこと気にしなければ別にニベアとかでも全然いいんだけど、そうだね、ニベア買ってもらおうか。そうだねニベアでもいいわ本当に。そのねボディクリームの匂いが大好きで香水もそれ持ってんだね実はね。香水もそれ使ってて、で私それの匂いがとにかく気に入っちゃったから買ってるって感じで使ってんだけど、でも別に匂いにこだわらなければ何でもいいっていうか、ニベアでもいいわけで、っていうかニベアって逆にすごくいいわけで。そうだな、今度スーパーででっかいニベアの王冠買ってきてもらおうが。安いしね、ニベアにすっか。収入もないのにそんなね、あえて高いもの使わなくたっていいわよね。ニベアにしよう。よし、今度買い物行く時に家事に買ってきてもらうわ。そうだよ、なんで思いつかなかったんだ今までね、ニベアの王冠、青いやつね、クラシックなやつ、ニベアクラシック、あれ買ってきてもらう。あれを買ってきてもらう。あれが一番いいや。なんだ、一つ解決した。お悩み解決。そう、なんかポリポリ書いちゃってね。でなんか今あれなんだろうね、何の時にもらったんだ忘れたけど、やっぱりボディショップでもらったローション使ってんだよね、一生懸命。ボディローションね、グレープフルーツの匂いのやつなんだけど、あれなんでもらったんだかな、忘れちゃった。とにかくあんなんだって自分で絶対買わないから、なんかでもらったんだけど、そういう一生懸命塗ってんだけども足りない。もう半日に1回ぐらい塗らないとほんとかい朝塗っても夜になるとかいになっちゃうから、1日に2回ぐらい塗んないとダメなんだけど、あれね、そうだよね、足らんわ。そうだ、ニベアにしよう。ニベアがいい。そう、大事に使ってたね。日本から持ってきたね、かゆみを押せる尿素入りのやつとかね持ってたんだけど、全部終わっちゃったんだよね。全部使っちゃった。
高いしね、ああいうのね。こっちじゃ手に入らないしね。オイルもジョンソン&ジョンソンのベビーオイルとかね、あれも全部持ってるんだけど、いろいろ混ぜて使ってるよね。もう本当にクリームがなくなったから、これはどうだ、今日はこっちにしてみよう、今日はこっちにしてみよう、いろいろ使ってんけど、とにかく買いくてしょうがない。買いブリ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 。だからね、もう孫のって必需品だよね。孫のって数年前にね、友達が日本に帰った時にね、なんか時期的にちょうどよかったから、とにかく孫の手を買ってきてくれって言ってお願いして買ってきてもらいましたよ。孫の手100円ショップで100円ショップのやつでね買ってきてもらって、でボリ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 それで書くんだけど、背中とかほんとかゆくてしょうがないね。でもさ、まだマシなのはさ、今ほら外出制限だからさ、家にいるじゃん、ずっと。家にいるからね、乳バンドしないわけ。乳バンドね、乳バンドしないから、だから乳バンドアートがかゆくならないわけよ。家にいるのにそんなもんしたくないしね。垂れるっつったってね、垂れるほどのものもないしなので、そういう人でも垂れるよとは言われるんだけど、でもそれが垂れだってなんだっつんだって話で、大したことないので、もう放置しね、いいね、そのままでと思ってね。というわけで、ほら来たよ、ここ3段編みましたよ。3段編みました。でこのあと色を変えていくんだよ。色を変えていくんだけど、ここに入れて、この後色を変えていきます。まずね、茶色ね、これを入れて、ここで入れればいいんだと思うんだ、多分。とりあえず2段このまま入れていきます。で連れてってあげたいけど、この人今連れてかなくていいから、でもこれはとりあえず連れてかなくていいんだな、置いといていいんだわ。こっちなんだよ。こういう方向で本当は連れてく時はね連れてくんだけど、ちょっと今回は連れてかず放置で行くので、ここで一回ねじって、一回締めて放置。完全に2周させるんで、ここで一回一緒に締めて、でそれで放置しとく。ちょっと待って、これだよ、こいつからじゃん。ここはねよくわかんないんだよね、いつもね。ここ、はい、こっからですわ。こっから入れて、でここで連れていかないけど、ここで1個止めとく。とりあえず2周これでしていきます。じゃあこんな感じでね、ちょっととりあえず色を変えたので、ちょっと進めようかな。じゃあね、喋ってばっかりだね。えらい長い動画になっちゃうからね。じゃあ2周します。